こんにちは、カレンです。じゃーん、新居です。ちょっと時差なんですけど、この春に引っ越ししました。壁が白地のコンクリで少し天井が高め、大きい窓が特徴のお気に入りのリビングルームです。床は実はもともとフローリングやったんですけど、初の簡単 DIY で床を張りました。ということで今回の動画は一人暮らし賃貸のフローリングアレンジハウトゥーです。どうぞ。はい、ということでまずこちらの新居は賃貸で引っ越しの時は現状復帰が必要なお家です。壁とか持ってる家具に合わせた床の色にしたいのと、お家で撮影したり友達が来たりで家具をよく動かす機会が多いので、元のフローリングを守る意図もあって今回 DIY に挑戦してみました。いろいろとリサーチする中で床材の用意から綺麗に施工までまるっとしてくれる業者さんがあったりとか、フロアタイルやクッションフロアなど床材もいろいろな種類があったんですけど、仕事の都合などで連休中に作業と引っ越しが必要やったので業者さんは断念して、相談してた先輩であり DIY に詳しいスペシャリストの聖子さんにおすすめしてもらった床材をネットで購入してセルフで敷くことにしました。よいしょ。はい、私が購入したのはこちらです。抗菌クラテツフロア 50cm×50cm の8枚入りコンクリート風のフロアタイルです。8枚入りのこの1箱でだいぶ重たくて腰が結構やられそうになりました。ずっしり適度に厚みがあってしっかりしてて、力を加えるとちょっと曲がるような感じです。裏が滑り止め素材になっているのが特徴です。コンクリートシリーズという素材の中の明るい色をチョイスしました。まずお部屋の審査が通った段階で試しに1ケースだけ購入して、引っ越し前にお部屋に行ってリビングの部屋の広さの計測と素材の相性をチェックしに行きました。そして必要個数を購入して入居日と荷物の引っ越し日の間に1日床を敷く日を設けてトライしました。リビングの広さは10畳ちょいで少し多めに8パック買いまして、合計約6万1000円でした。カットして別の部分に使い回せたりしたので1箱余っちゃったんですけど、別部分で使ったり劣化した時用に保管してます。素材ですがカッターで切れます。50センチ四方の大きめのサイズなのでこんな感じで60センチ物差しとカッターを使ってカットしたんですけど、結構厚手なのもあって何度も刃をシャッシャと通してやっと切れる感じ。一人でなんとかできる部分もあったんですけど、助っ人がいると時間的にも助かるレベルです。まあまあきつい。そして実際に床に並べていくんですけど、今回初めて知ったんですけど、築年数がある程度あると床と壁ってまっすぐじゃないんですね。綺麗に角から並べていくとちょっとずつ壁側に隙間ができたりしてくるので、軽く敷いてみてお家のお部屋の歪み加減の様子を事前にチェックするといいかもです。どのみち角とか壁際はカットして調整しないといけないので、鉛筆とかペンでマークをつけてガーッとカットします。ただ細かい部分を正確に線を引くのは結構難しいのと、カットも硬くて力がいるので思うように切れへんことも多くて、ディティールの美しさは自身の満足度と妥協で乗り切ります。端っこはこんな感じで細かく細いのを入れていったりもします。裏側が滑り止め素材なので基本敷いてしまえば浮いてきたり剥がれることはないんですけど、壁際とかにちょっとスペースがあったりすると大きい家具を動かしたり日々生活していると 1,2 ミリのズレがどこかしらで見つかることがあります。後日不意に隙間を見つけたら調節したり余ったタイルを新たにカットしてはめたりしてます。きっと業者の方に頼んだりとか床材の種類によってこういったポイントはない方法もあると思うので、メリットデメリットご自身の条件に合わせて検討してみるといいかと思います。置くだけなのでペリッと角から外していけばよくて、接着剤とかテープもないので飽きたり引っ越しの時はとっても楽ちんやし、その次の新居とか別の部屋で再利用できるので、そういう面も含めて
おすすめできます。はい、そんなこんなでお気に入りのリビングがこんな感じで完成しました。パッと見全然自分でやったんですけど、隙間とかもあんまり気にならないし、友達も褒めてくれてます。床材の運び込みとカットで次の日は地味に筋肉痛になったんですけど、それもいい思い出です。少しコアなコンテンツですが、もしお部屋アレンジに悩まれてる方は参考にしていただけると嬉しいです。最後まで動画見ていただきありがとうございました。バイバーイ。